それではおはようございます。今日は成人の日ですね。そんなこともあって、いろんな、予定があるんでしょうか。ですけども、じゃあ一言、お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、どうか今日迎える先週あなたが大いに祝福してください。そしてその一人一人が歩む人生の上で神様あなたと出会うことができますように、神様どうか、そのご家族も祝福してください。そして何より、今日私たちがこの場所であなたを見上げ、そしてあなたから、もう一度力をいただき、今週歩んでいくことができますようにどうか導いてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。それではお立ちください。賛美していきましょう。先週から歌ってる新しい歌ですね。Sweet
ターです。神様と歩む、本当にいいことが素晴らしい。いつもあなたと共に歩む日々は慈しみと恵みが溢れてる。いつもあなたを見上げ、あなたに祈る。あなたと生きる最高の日々。もう一度いつもあなた、いつもあなたと共に歩む日々が慈しみと恵みが溢れてる。いつもあなたを見上げ、あなたに祈る。あなたと生きる最高の日々。あなたに愛されていると知った今、心からの賛美と力あふれる。それはこれからも変わることがない。いつもあなたと共に歩む日々は慈しみと恵みが溢れてる。いつもあなたを見上げ、あなたに祈る。あなたと生きる最高の日々。あなたに愛されていると知った今、心からの賛美と力あふれる。それはこれからも変わることがない。いつもあなたと共に歩む日々は慈しみと恵みが溢れてる。いつもあなたを見上げ、あなたに祈る。あなたと生きる最高の日々。それではここで挨拶の時間にしたいと思います。おはようございます。
神様、私たちの人生に何が起ころうと、偉大な神様、あなたの御手の中に全てがあることを感謝します。そんな時にこそ、私たちが試練や困難な時になる時にこそ、神様、あなたを見上げます。そして心の中でハレルヤ、神様、あなたを賛美しますと私たちの心を叫ぶ時に、あなたご自身が助けてくださることを期待します。神様、今日はフィルからダニエル書を通して学んでいきます。神様、どうかこの時間もあなたご自身が祝福してください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。Okay, so today's message is about Daniel from the Old Testament. 今日は旧約聖書からダニエル書についてお話をします。So, to start, let's watch video about Daniel from まずはキッズバイブルから見てください。神の民は神様に逆らいました。そのため神様は敵が民を捕らえてしまうようにされました。敵はエルサレムを壊してしまい、ユダヤ人の多くを自分たちの国バビロンに連れ去ってしまいました。ダニエルはバビロンにいたユダヤ人の一人でした。ダニエルは神様を信じていて、1日に3回お祈りをしていました。神様はダニエルを祝福してくださったので、ダニエルはその国で強いリーダーとなりました。そんなダニエルに焼き餅を焼く人たちもいました。そこでその人たちは新しい法律を作り、王様のダリオスにしかお祈りしてはいけないことにしたのです。これを守らない者は誰でもライオンの穴に投げ込まれることになりました。ダリオス王もこれに賛成しました。ダニエルはそれでも神様にお祈りを続け、捕まえられてしまいました。ダリオス王は悲しみました。ダニエルを気に入っていたからです。王様は自分が騙されていたことに気づきましたが、法律を変えることは王様にもできませんでした。ダニエルはライオンの穴に投げ込まれてしまいました。ライオンは吠えたけり、ダニエルにゆっくりと近寄ってきました。そこに神様が天使を送ってくださいました。天使がライオンの口を閉じたので、ダニエルは安全にそこで一晩を過ごしたのでした。朝になってダリオス王はダニエルが心配で見に行きました。神様が天使を送って助けてくださいました。ダニエルは言いました。王様は大喜びしてダニエルを穴から助け出しました。ダリオス王はダニエルの敵たちを穴に投げ込みました。ライオンは敵たちをあっという間に食い尽くしてしまいました。ダリオス王は民にダニエルの信じている神様がどれほど力強いかを伝えたのでした。So when we read the book of Daniel, we're reading about events that took place around the year 530 BC. It's a time where God's people were taken from their homeland and forced to live in a completely different place. So some of God's people abandoned their faith, while others renewed their dedication to God. So the book of Daniel describes how God helped his people represent him well in a place where they were in a minority. 歴史的背景です。紀元前530年バビロニア・ペルシャ帝国の時代です。
神を信じる人々が生まれ故郷から連れ去られ、たくさんの国からたくさんの人々が集まり、さまざまな神を信仰していました。そこでダニエルは強制的に住まわれました。そんな時代のことです。神を信じる人々の中には神を信じることをやめた人もいました。その一方で信仰を新たにし生きることを決めた人々もいました。ダニエル書には信仰を持つ人々が信仰を分かち合えない環境でどのように神の栄光を示したか書かれています。And so I think the reality for all of us here in Japan is that we are faced with similar challenges to God's people at the time of Daniel. So we live in a country where being a Christian puts us in the minority, so less than 1%. So how can we express our faith in God in this environment? ここ日本で私たちが直面する現実もダニエルの時代と似ています。私たちが生きているこの日本でもクリスチャンは少数派です。つまりクリスチャンは 1% 以下です。ではどのように効果的にこの環境で信仰を表現したらよいでしょうか。So chapter 6 of the book of Daniel ends with the Persian king Darius issuing a decree that everyone in his kingdom must respect Daniel's God. ダニエル書の6節はペルシャ帝国のダリウス王が帝国内にいる人々全員にダニエルの神を崇める命令を発している場面で終わります。So we read in Daniel chapter 6 verses 25 to 27. じゃあお読みします。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出されたという箇所です。So God has never intended that people worship him just because a leader or the government say, you must worship God. God wants people to worship him willingly because they want to. 神は人々が王や政府から強制され人々の意思に反して崇めることを求めてはありません。神は人々が自主的に進んで神に喜んで崇めることを望んでおられるのです。Nevertheless, this decree that was made by King Darius, it shows how Daniel's expression of his faith was effective in helping people to see more of God. So Daniel was an effective representative of God. にもかかわらず、このダリウス王の定めた命令はダニエルの信仰を表すのに効果的で、人々が神をより知る手助けとなりました。人々はダニエルを通して神を知ることができました。ダニエルが神を信じるその姿勢が素晴らしいので、ダリウス王はダニエルのように神を信仰するよう命じました。So what can we learn from Daniel and his life about how we can effectively express our faith in God to help people come to believe in God? どのように効果的に私たちの信仰を表し人々が神を知ることができるようになるのかについてダニエル書から何を、学ぶことができるでしょうか。I think first thing we see in Daniel's life is that personal relationship with God is most important. 個人的な神とのつながりが一番大切です。Without personal relationship with God, Christianity is just trying to obey rules or trying to become a better person. It's not a very fun or attractive way to live our life. It's not how God intends for us to live. I think there's too many miserable people in the world who call themselves Christians just trying to be good without knowing a relationship with God. 神との個人的なつながりなくしてはクリスチャンはただルールに従うことと同じです。または神の助けなしに良い人になろうとしています。これはすなわち堅苦しく惨めな人生となることでしょう。これは神が私たちに望んだ生き方ではありません。それにこんなのは誰にも魅力的には映りません。世界中には自分自身をクリスチャンだという残念な人たちがたくさんいます。その人たちは神との個人的なつながりを楽しむ特権なしにね、良い人になろうと努力している人たちです。And so we are JesusCenter Church. I think it's a great name. It reflects so much of what we want to see happen through this church. We want to help people live their life with Jesus at the center. It's not about
church being at the center of life. Church is great, but it's not most important. The Bible is good, but it's not most important. Having personal relationship with Jesus is most important. 私たちジーザスセンターは名前が表す通り、この教会を通じて神の恵みをね、さらに表すことができると思います。つまり私たちはより多くの人々がイエス・キリストを心の真ん中に置いて生きることを知ってほしいのです。なぜなら、本当の人生を喜び、そして自由がイエス・キリストから来るからなのです。教会のことが人生の真ん中にあるのではないのです。教会は素晴らしいです。でも、イエス・キリストより大事なわけではないですし、聖書が人生の真ん中ではないのです。聖書は素晴らしいんですが、ただイエス・キリストよりも重要であるはずはないですよね。And so Daniel wasn't just trying to keep believing in God, like we see him enjoying personal relationship with God. ダニエルは神への信仰を保とうと一生懸命にやってきたのではありません。彼が神との個人的な関係を楽しんで、その証を、見るのです。So let's read Daniel chapter 6 verses 10 to 13. はい、ではお読みします。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令についていった。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えていった。取り消しのできないメディアやペルシアの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダヤからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令とを無視して日に3度祈願を捧げています。So Daniel prayed 3 times a day before this law was made. He prayed 3 times a day after the law was made. So the threat of being thrown to the lions didn't stop him enjoying his personal relationship with God. I think if his faith was simply based on beliefs or rules, he would have had no problem abandoning his faith when he's threatened with being thrown to lions. ダニエルは法律が作られる前から日に3度祈りを捧げていました。だから法律が作られ発せられた後も同じように祈りを捧げていました。獅子の檻に投げ込まれる恐怖があってもダニエルは彼の神との個人的な関係を楽しむことをやめませんでした。しかし彼の信仰が単に受け継がれたものであったのなら、獅子の檻に投げ込まれないように信仰を捨てていたことでしょう。If Daniel's faith in God was merely based on being Jewish or how his parents had raised him or on what had been normal behavior when he lived in Israel, he probably would have abandoned his faith a long time ago. もしダニエルの信仰が単にユダヤの民族性が元になっていたり、両親の育て方であったり、彼がイスラエルに戻った時に普通にやっていることが元になっていたら、彼は信仰をずっと昔に捨て去っていたことでしょう。Daniel had been carried away from his homeland as a prisoner of the Babylonians, so his whole world had been turned upside down. I think he could have abandoned his faith at that point, thinking, oh, God is not real, he did not save me. Instead, Daniel's relationship with God helped him through that difficult time. ダニエルは彼の故郷イスラエルからバビロン帝国へ捕虜として連れてこられました。彼の生活は完全に変わってしまいました。彼はこの時点で信仰を捨てることもできたでしょう。神なんていない。なぜならこの悲劇から救ってくれないからだと。でも彼の神との関係が、彼を信仰に引き止め、苦難の間であっても彼を強くし、悲劇の中でさえ彼にね、目的意識を持てるようにしたのです。In Babylon, Daniel was chosen along with some other young Jewish men to receive very special treatment. ダニエルは他の若い数人のユダヤ人と共に特別な待遇をバビロン帝国で受けるようになったのです。We read about this in Daniel chapter 1, verses 3 to 7. ではお読みします。王は宦官の長アシュペナズに命じてイスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは、身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、
またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにした。その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名を付け、ダニエルにはベルテシャザル、ハナヌヤにはシャダラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名付ける。So the Babylonians had a strategy for reducing the likelihood of rebellion amongst the people that they had conquered. So they gave them wonderful Babylonian food. They gave them Babylonian education. They taught them Babylonian language. They gave them Babylonian names. They did this hoping that they would love Babylon so much that they would never want to go home. バビロン人は戦争で征服した人々が反乱を起こす可能性を減らすために戦略を持っていました。それは彼らに素晴らしいバビロニアの食べ物を与えること、それから最高の教育を与えること、それからバビロニアの言葉を教えること、そしてバビロニア名の名前さえも与えること。彼らは征服した人々がバビロニアでの生活を楽しんでもらうことを望み、故郷での生活を忘れられることを願ってこのようなことを行いました。I think if Daniel didn't have personal relationship with God, he probably would have abandoned his faith like so many others. He would have probably just started following Babylonian education, started worshipping Babylonian gods instead of the real God. もしダニエルが信仰の基礎として神との個人的な関係を持っていなかったら、彼は他の人々と同様に神への信仰を捨てていたかもしれません。代わりに彼はバビロニアの教育に従い、バビロニアの神を褒めたたえていたかもしれません。本当の神をたたえるんじゃなくてね。So then later on in the book of Daniel, when the Persians are now in control, the king makes this new law threatening to throw anybody to the lions who prays to any other god. But Daniel still knew his relationship with God was real, so he didn't stop having his relationship with God. それから後にバビロン人がもはや主導権を握ることができなくなった時、ペルシャ帝国の王は新たな法律を作り、他の神々を祈る人々は獅子の檻に投げ込まれる、と脅す、法律を作りました。しかしダニエルは確固たる信仰を守ることができたのです。なぜならその信仰は神との関係が元になっていたからでした。I think, when this is not on notes, いやいや。when you love somebody, you don't stop loving them if somebody says you should not love that person anymore. もし誰かのことが本当に好きになったとします。で、誰かがもう愛するのをやめなさいって言われてもやめないでしょ、本当に好きなら。Like if Abe Shinzo said to me, stop loving Braun. 安倍首相がビルにブローンのことを愛してはいけないって言ったとしても、I love Braun. We have a real relationship, so I will still love her. どんな偉い人に言われようが、それは本当の気持ちだから捨てないですよね。I think when we have real relationship with someone, even in difficult times, we don't stop having relationship. 本当に好きだったらばどんな辛い時であってもそれを捨てたりはしないですよねっていうのが、解釈というか言いたいことです。ちょっと堅苦しくなった中でのフォローです。I think for Braun and I, when we went through the difficulties of miscarriage and infertility, we still loved each other, and it was our personal relationship with God that gave us strength through all of that. When we didn't know what God was doing, when God wasn't answering our prayers, we still had personal relationship with God, and He helped us every day to keep going. さっきの話から続けてなんですけど、ブロンと私にとって子供を授かることの難しさとか流産とか不妊治療の悪夢がやっぱりありました。その時に、神との個人的な関係が私たちを守ってくださいました。で、答えの出ない疑問にね直面したとしても、それから神様がいくら祈っても何をしてくれるのかわからない時っていうのも、本当にその神
神様との個人的な関係を通して、しっかり神様が私たちを掴んでくれてたんだと思います。で、神との個人的な関係を通してね、神様が私たちに素晴らしい信仰と、誠実さを、ね、思い出させてくれた。So in difficult time, Bron and I, we still love each other, and we still have relationship, and we both still have relationship with God too. They're both real relationship. 辛い時であっても本当にフィルとブロンを愛し合っていたし、そこにもちろん神様との関係っていうのもあって、辛い時だからこそそれが当然ありましたよね。So Christianity was never meant to be about just living according to ideas or rules. キリスト教を信仰するってことは単に一連の信念やルールに従って生きていくってことを意味するんじゃないんです。And it's not meant to be about just trying to live for God either. そうだから神様のために生きることでもないんです。It's meant to be about living with God, living in real relationship with Him every day. だから本当に神と共に生きることを意味するんです。で、神様との関係の中にあり、enjoying relationship with God、神との関係を楽しむ。そこがポイントです。So this is the first thing we see in Daniel's life. His personal relationship with God was most important. そう、見てきた通り、神との個人的な関係が一番大切です。The second thing we see in Daniel is that it's important to build good reputation with other people. そうなんです。で、2つ目に、今日言いたいことは、人との間に良い評判を築いてもらうということです。それがダニエル書から学べることです。So building good reputation with people is how we can show them that God is real. 私たちが、そういう良い評判を築けるということが本当に神の栄光を示すということにつながっていくと思います。We don't have to be the best or the most successful people in order for people to see more of God through our lives, but we do need to build a good reputation. はい、私たちは自分たちの生活を通して神の栄光を示すために、最高の状態だったり最も成功しているような姿を見せる必要はないんです。そういう無理をする必要はなくて、でも周りの人々と良い関係を築いて良い評判を得られるようにしましょう。I think reputation is built over time through the decisions we make and the way that we live our lives every day. そう、評判は私たちの選ぶ選択や私たちの生き方を通じて、時間をかけてね作っていくものです。As Christians, our reputation will either confirm or challenge the misconceptions that people have about God and about Christianity. いや、これは本当に、クリスチャンとして私たち自身の評判がね、一般の人々が持っているようなクリスチャンへの偏見を強めるのか、もしくは誤解を解いて、クリスチャンは素晴らしい人なんじゃない人たちなんだって思ってもらえるか、それは私たちにかかっているのかもしれませんよね。I think Daniel seemed to have built a very good reputation with so many people in Babylon. ダニエルはバビロニア帝国で人々と本当に良い人間関係を築きました。ポリオで言ったけど。So we read in Daniel chapter 6 verses 3 to 5. はい、お読みします。時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の立法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。So when Daniel's enemies tried to find some reason to accuse him of being a bad worker, they couldn't find any reason. So Daniel's reputation with his co-workers seemed so amazing. They knew he was honest and trustworthy. He wasn't corrupt or negligent. He was known as a servant of God, and his good reputation was an important part of King Darius wanting everyone in his kingdom to respect and honor God. はい、ダニエルがあまりにも成功しているので、やっぱり敵が出てきます。で、その敵がダニエルを訴える口実を見つけようとするんですね。だけど何も見つからなかったんです。
そのダメなところが。それで、ダニエルは同僚からは本当に評判のいい人物で、正直者で信頼の受ける人間で、買収されたり仕事を、放棄するような人間じゃないとやっぱり評判で思われていて、でダニエルは神のしもべとして知られていたと。でそのダニエルの評判っていうのはやっぱりダリウス王にとっても大事なことだったんですね。でダリウス王はだからこそ王国内の全員に、神をですね、崇め奉ることを求めたんですね。ダニエルのようにね、ああいう姿勢で臨みましょうということです。So this past year has been interesting for me, learning about my new job as an assistant language teacher. So every school has one Japanese teacher who is given responsibility to supervise the assistant language teacher. But there's really not much supervision, mainly because those teachers are already so busy with all their other responsibilities. So it seems like me and other ALTs, we are just left to do whatever we want, and nobody really seems to care. 小学校で ALT 英語の先生やってます。それでそこで学んだことがあって、で実際に一人指導の先生がフィルにつくんですけれど、でもその指導の先生は忙しいので、正直フィルはほっとかれている状態にあると。誰もフィルのことを気にする余裕がない、そんな環境の中でちょっと気づいたことがあります。As I've got to know other foreign ALTs here in Utsunomiya, many of them talk about how they love the job because they can arrive late for work, they can leave early, they think nobody notices or cares about their behavior. For me, there have been times where I've thought, I want to go home early today. Nobody will know, nobody will care. But I decided at the start of the year, I will stay at work until 4:30. It's in my contract. Because I want to build good reputation with the other teachers. I don't just want them to think I'm a nice person. I want to build good reputation with them so that when they find out I'm a Christian, my life will help them see something good of God. 宇都宮の他の ALT とつながりができるようになって、その他の友達の ALT たちがどれほどこの仕事を愛しているかっていうのが分かりましたと。なんでかっていうと、先ほど申し上げた通りですね、遅刻してこられて早上がりできちゃうと。それも誰も気づかずにそれができちゃう。皆さんはね、いい仕事ですよね。それでですね、だけどフィルもそういうことをしたいなと思ったことはあるけれども、コントラクト契約上4時半まで勤務があるから、そこまではきっちりやりたいと思ってそうやってるようです。でなんでかっていうとですね、やっぱり同僚の人たちと良い関係を築いて評判を得る、それがクリスチャンとしての務めかなと。で、願わくば、そのフィルがちゃんとやってるっていうことでフィルがいい人に思われたいっていうことじゃなくて、このフィルを通して、クリスチャンっていうのはいい人たちなんだ、クリスチャンっていうもののイメージを変えたいっていうことを言っています。フィルを通じて、同僚の人たちがね、神を信じられるようにっていうことを言っています。So this week I had a meeting with the Board of Education. They said my two schools are happy with me as a teacher. その証として教育委員会に面接に行って来年の契約のことで、それでそしたらその学校からの評価を聞いたら非常に素晴らしいということで受けているので、やっぱり自分の考え計画はそれでいいんだですね。So they offered to extend my contract for 1 more year, so we can stay in Japan for another year. So in the New Testament, in Colossians chapter 3, we read these really great words about how important it is to have good reputation. じゃあ、I read. 奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、主を恐れかしこみつつ真心から、従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。I think if we live life according to this passage, we will have good reputation with other people.
この通り生きていくと、評判が高まります。I think this is what we see in Daniel. He worked with all of his heart. 心を込めてね、働くってことですよね。So I think it's important for us to be honest with people. 一つ目、正直に生きましょう。To be kind and encouraging to other people. 親切にしましょう。そして相手を励ましましょう。When we make mistakes, take responsibility, be quick to apologize. 難しいですが、失敗したら責任を取ります。すぐ謝りましょう。And I think somehow we need to let people know that we are Christian, but in a natural, non-weird way. これすごい大事だと思いますが、自分がクリスチャンであるということを知らせましょう。自然にです。不自然には絶対ダメです。ダメ。Lots of people in Babylon knew about Daniel's faith in God. Even the king knew. 聖書の中ではそのダニエルの信仰を王までもが知ったわけですよね。So for us, we don't have to announce to everyone, "Oh, I'm a Christian." Don't wear a T-shirt. I love Jesus. Just so everyone knows, "Oh, he's a Christian. She's a Christian." 全員クリスチャンであると宣言する必要はなくて、例えばですけど、職場に「I love Jesus」イエス様大好きみたいなのを着ていく必要は当然ない。それは非常にリアルなねやり方だよ。Most of my co-workers at my schools don't know I'm a Christian. That's okay. It's okay for our friends or family to not know that we're a Christian. But over time, there will be opportunities for us to let people know in a natural, non-crazy way. そうですね。私の職場では私がクリスチャンであるということをほとんどの人が知らないです。でもそれで OK です。クリスチャンが、自分がねクリスチャンであるということを同僚全員が知る必要はなくて、でもそのうちに自然な形で、そういうことを知らせるような、ね、きっかけが生まれるんじゃないでしょうかね。Sometimes a co-worker asks me, "Oh, Phil Sensei, what did you do at the weekend?" And I say, "I went and played at the park with my children. We went to church on Sunday. We had a good weekend." It's just very natural. 本当に自然な状況で同僚に、週末何してたのは子供公園連れてって日曜日はチャーチに行ってね教会に行ってねっていうこれが自然なやり方です。Not, Phil Sensei, what did you do at the weekend? I went to church because I believe in Jesus. You need to believe in Jesus. Do you like Jesus? これはダメなわけですよ。教会に行ったんです。信仰を持ちなさいってやっぱりそれが皆さん分かってると思いますが、ね、バーディングサンプル。So, I've had some of my co-workers ask me, "Oh, what was your job in New Zealand before you came to Japan?" I say, "Oh, I was a pastor at a church." So they don't ask anymore, but I think, they understand I'm a Christian. 同僚の中には乳児で何の仕事をしてたのって聞く人がいて、で牧師をしてましたってその後特に質問がなければなんとなくクリスチャンだなって分かってくれたのかなっていう、そういう空気を感じることがあるよと。I tried to invite some of my colleagues to our Christmas concert. I said, "Oh, I'm in the choir for my church. You should come." They didn't want to come, but it's okay. Even inviting them, they now know that I'm part of a church. 同僚をクリスマスコンサートに誘ったんですが誰も来なかった。でもそれはそれでいいんです。何かというと、誘ったことでクリスマスコンサートを誘ったということはクリスチャンかなということを示すきっかけにもなるからです。I think when we concentrate on building good reputation with people, there will be opportunities for us to naturally share something of our faith in God with them. どうぞ良い評判を作り上げることに集中してください。そうすると、やっぱり自然にね、自分の信仰を他者に伝える機会がきっと与えられると思います。So I think when we look at Daniel and his life, it reminds us that personal relationship with God is most important. But also, we need to build good reputation with other people. そうダニエル書から学んだことっていうのはやっぱり神との個人的なつながり。これが一番大事。それから、評判の良い人間関係を作りましょう。ねということでした。
So I think this is how we can effectively express, share our faith with other people. これが最も効果的に人々とこうクリスチャニティをね、分かち合っていく方法ではないでしょうか。So let's pray together. 祈りましょう。God, we thank you so much that you love us and you want each of us to know a personal relationship with you. 神様どうも本当に私たちがあなたとの個人的な関係を築くことの大切さを教えてくれてありがとうございます。Thank you that being a Christian is not just following rules or trying hard to be a good person. ただこうルールに縛られる従うだけではないし、こうただいい人にならなきゃっていう義務感でもないんです。So I pray that this year each one of us will continue to grow in our relationship with you. 今年はですね、それぞれの人々が私たち一緒になってお互いの関係をこう築き上げる年になるといいですね。To help us to learn more about you, but more importantly to know that you are with us every day. で、神様との関係を知るだけではなく、それを日々毎日重ねていってその関係を、強めていきましょう。Help us all to build a good reputation with other people. みんなとの関係の中で評判の良い人間関係を私たちが得られますように。Not so that people will think we are nice, but so that we can share something of your love and your goodness with them. いい人だなと思われるだけじゃなくて、あなたの愛をね、お互いに伝えられるといいですね。So we pray in Jesus' name. イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げます。Amen. アメン。Let's just pray silently for a few moments. ちょっと、静かに祈りましょう。はい、皆さんありがとうございます。Okay, we have offering. Let's receive the offering for today. So, let's just pray. God, I thank you so much. You give to us. You help us in so many ways. Bless the offering that's taken up today. Use it to continue to make a difference in people's lives. In Jesus' name. Amen. はい、ダニエルなのにね、僕たちも、神様とね共に歩んでいきましょう。で、今週のアナウンスなんですけど、特にないんですけど、昨日ですね、多くの方参加してくださいましたけど、クリスマスコンサートの、打ち上げがあって、それで、みんなねクワイアで参加してくださった方とか、受付の係の方とかもたくさんね、参加してくださいました。で、今日の、3時なんですけれども、僕たちの、この教会のグループがあります。JCC という日本キリスト宣教団というグループがありますけど、そこの新年聖会というものが峰町キリスト教会で、行われます。で、今回は、僕と、フィルで、ちょっと行ってきてね、それで、いつも成人式を終えた成人たちがそこにいたりとか、また各教会のために祈る時間とかはあるんですけれども、そこにね少し参加していきたいと思っています。はい、そのぐらいですね。それでは少しお菓子もあるでしょうか。ぜひゆっくりしていってください。祝福がありますように。